き場をなくしたワユとシントを家に迎え入れたのはクリットだった。弱音をこぼし、涙があふれるワユをクリットはただ優しく拭い取る。そのぬくもりをワユはゆっくりと噛みしめた。翌朝、目を覚ますとクリットはすでに朝ごはんを準備していて、シントも楽しそうに隣にいる。家族3人みたいに和気あいあいと朝食を食べて一緒に幼稚園へ送り届ける。先生から見たら2人のパパが仲良く子供を連れてきた、そんな微笑ましい光景だった。皆さんこんにちは。 BL ホリックのムーニンです。ネタバレを含むのでご注意を。では早速始めましょう。母と和解したワユの隣でクリットは彼氏だと思い込まれても母の言葉をそのまま否定せずにいた。その一つ一つがワユにはたまらなく嬉しい。仕事中もクリットの優しさに浸ったまま、心ここにあらずで親友のタイにそんなに好きなら自分からキスしてみたらとすかさずアドバイスまでされてしまう。そんな中、ナットからパーティーの招待が届き、ワユはすぐにクリットに連絡を入れたが、クリットは別のケースの真っ只中で何度電話してもつながらない。仕方なく一人で乗り込むことにしたワユは、夜中の2時まで音信不通だったからクリットに電話するようタイにクリットの番号を預けた。ちょうどケースを一段落させたクリットは知らない番号からの着信を不審に思いながらも電話に出ると、タイからワユの一人行動を聞かされ、大急ぎで現場へ向かった。その頃、ワユはナットに何かが盛られた酒を散々飲まされ、そのまま意識を失っていた。ナットは彼を人身売買の海底へ売り飛ばそうと動き出す。そこへクリット率いる警察が突入し、乱闘の末、間一髪でワユを救い出した。警察病院でワユが目を覚ますのをずっと待っていたクリットは、痛い頭を抱えながら起きてきたワユに息をつかせる間も与えず、次からは一人で勝手な行動をするなと叱った。もちろん心配ゆえの言葉だった。休みをもらったワユはクリットにメッセージをしようかどうかずっと悩んでいた。するとまさかクリットの方から先に呼び出しが来る。ケースの話をしようとしているのにワユは全く集中できない。クリットの唇ばかり見つめて、頭の中の声がうるさく、つい独り言が口から飛び出てしまう。ローズが鍵を渡して先に帰った店で、ワユはクリットに近寄りたくて見えすいた嘘を並べながら少しずつ隣へと詰め寄り、そこへ突然停電が起こった。ローズは外の車の中でカメラ映像を確認しながら2人を見守っていた。実はその停電もローズの仕業だった。暗闇の中、今度はクリットの方からゆっくりとワユに近づいてその唇を奪った。その瞬間、店中にロマンチックな光が灯る。周りを見渡してカメラを発見したクリットはジャケットをカメラに向かって投げてレンズを塞いだ。車の中でそれを見ていたローズはバレたかという顔でにやりとした。クリットの唇の余韻を引きずりながら仕事に向かったワユはその月の売り上げで1位に輝いた。So baby, call my phone. I don't wanna lose your touch. I don't wanna fall out of love. しかしある夜、ピートという男がワユを指名した。酒もほとんど飲まず、ただワユを品定めするような目で見つめていた。帰り際にワユへ近づき、クリットのそばに誰でも近づけると思うなと嫌味を残して立ち去る。ピートはクリットに自分がワユに迫る瞬間の写真を送りつけた。それを見るや否や、クリットはピートのアパートへと乗り込む。何がしたいのかと問い詰めると、ピートはクリットを取り戻しに来たのだった。ワユは早速クリットにピートは誰とメッセージを送ったが、既読のまましばらく返信がなく、やっと返信が来たと思えばケースの話だった。どう受け取ればいいか分からず、ワユはクリットと距離を置きたいのに置けずにいた。それでもクリットが会いに来るたびにピートの話を避け続けるため、ワユはついに真正面から問い詰めた。少し間を置いてクリットは元彼だと答えるが、その表情はどこか揺れていて、ワユがさらに詰めようとした瞬間、クリットの母から電話が入り、彼は急いで家へ戻るしかなかった。結局何も解決しないままだ。
家に帰っても安らぐ暇などない。父はローズとの結婚、孫の顔、家名を背負う責任と顔を合わせるたびにプレッシャーをかけてくる。その重さを振り切るようにクリッドは人身売買を操るチェーンのアジトへ乗り込み、激闘の末に逮捕へと持ち込んだ。そしてその夜 SNS でワユの店の特別ダンスショーを見つけたクリッドは初めて客として店へ足を運ぶ。Clara visión tú tienes, si sabes que quieres pues dámelo, dámela. 人に囲まれて人気のワユをドリンク1000杯で買い取ったものの、他の客がワユに親しげに声をかけるのを見てクリッドはやきもちを焼いてしまう。ワユに怒られて謝るクリッドにワユははっきりしてほしいと単刀直入にぶつけた。するとクリッドはピートはもう過去だ、愛しているのはワユだけだとはっきり伝えた。When it's late at night and you're all alone, I could be the heart that you never know. So baby, call my phone, 'cause I don't wanna drop out, fall off, be someone. 2人は唇を重ね、部屋でもう一歩踏み込もうとするクリッドをワユが止めた。彼氏としか寝ないと言うと、クリッドはちゃんと告白し、こうして2人は恋人同士になった。でもこの関係がこれからどこへ向かうのか、ピートの存在、そしてクリッドの家族が息子が男と、しかもホストであるワユと付き合っていると知った時の衝撃を想像しただけで胸が痛くなる。ここで少し遡ってピートとクリッドの過去を覗いてみよう。2人が出会ったのは大学2年の時で、ピートの課題にモデルが必要だったところをローズが引き合わせた。いつも笑顔が素敵で明るいピートにおとなしいクリッドはすぐに惹かれ、2人が恋人になるまで時間はかからなかった。大学4年のクリッドはアパート1軒買ってピートの名義でプレゼントするほど本気だったが、家族には関係を打ち明けられないまま2人は5年間ずっと隠して愛し続けた。ピートが夢見た俳優の道は着実に実を結んでいった。しかしいくらショーを重ねてもクリッドとの関係はいつまでも日の当たらない場所にあり続けた。クリッドにはローズとの結婚という逃れられない現実もある。耐えきれなくなったピートが別れを切り出すと、クリッドは必死に引き止めたが、ピートは心を閉ざした。2人の間にそれだけの時間と情があったからこそ、クリッドが揺れたのも無理はないと思った。そして現在のピートは AV 男優として働いている。クリッドと別れた後に一体何があったのか。また次回お会いしましょう。ではでは。Miss every single moment.